はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ついにねお待たせしました。こちらのシリーズ、前回購入した HK9 ウルトラ2ですね。こちらのね詳細調査をしていきたいと思いますけども、かなり動画の方がね長くなってしまいましたので、必要なところだけね見てもらえればと思います。そしてね、前回言い忘れましたけども、こちらね、サイズの方が、本物と同じになりましたので、通常のねケースとかもね使えるようになっております。そして文字盤の方もねこんな形でありますけども、先ほど見た通りね、このね右が今本物の Apple Watch ですね。で左が今回の偽物ですけども、本物の方はね、動かないんですよね。方位磁石のところが。っていうところがちょっと違いますね。で、メニュー画面のね、動きとしてはね、こんな感じで、だいたい一緒ですね。で、こちらね、アイランドっていうのがね、出ました。今ね、音楽が再生中なんですけども、上にね、小窓みたいのがね、出てるの分かりますかね。でこれを押すと、音楽のね、再生のアプリにまで飛べるので、かなりね、簡易アクセスがねしやすくなったということで、こんなね便利な機能までねついてるっていうところですね。で本物の方はねもちろんねここ上にねアプリのショートカットみたいのは出ます。でこちら心拍数ですね。で右が本物、左が今回の偽物ですけども、かなりね似た感じでなってますね。で心拍数の精度で、ね、確認していきたいと思いまして、本物の方が今82で、こちらがね80あたりで、なかなかの近似値ですけども、正確さっていうのはねちょっとわからないっていうところですよね。でこちら天気予報ですね。今12度ということで、週間のね天気予報がね見れるようになってます。で上はね降水確率とか風とかUV ですかね、 UV 指数とかが出てます。ちなみにね本物の方もねこんな感じで、週間天気と温度とかね天気出てますね。若干インターフェースがね違いますよっていうとこですね。ただ出てる内容は似てますね。はい、こちらがねアプリ HK9 ウルトラ2のねアプリですけども、こんな感じで、例えばね睡眠時間、これ睡眠モニターですけども、なんか可愛らしい映像が出て、これねかなりね液晶が綺麗なんですよね。で浅い睡眠時間、レム睡眠とノンレム睡眠ですかね。これちょっと試しに測ったんでえらい少ない睡眠時間になってますけど、もう少しだけちゃんと寝れてます。でこれをね詳細を見ようと思ったら、スマートフォンの方からねこんな形でね月の睡眠とか測るようになってます。そして眠れない人向けのスリープミュージックとかね、自然な音とかね、そういうねなんかちょっと親切なところまでついてます。はい、こちらが呼吸ですね。じっとして吸い込むということで、これはねかなりね似てると思いましたね。でメニューとしてはねブレスタッチ、これ振動するんですけども、それの振動と、何分呼吸のやつしますかみたいな、メニューが選べるようになってますね。でこちらが本物の Apple Watch ですけども、こういう風にちょっとアップデートしてまだ使ってなかったので、アプリのね設定の方を出すと、静かに自分の呼吸に意識を向けましょうということで、並べてね見てみました。そうするとね、これはかなりね精度が高いですね。かなり寄せてますね。これはちょっと本物かどうかわかんないかもしれないですね、私も。というぐらい似てるという出来具合になっておりました。はい、運動リングの方ですね。なぜかねちょっとね押した瞬間はなんかヒョロヒョロってなるんですけども、ちょっと私今手を洗ってきたので感度が悪くなっておりますけども、本物はねこんな感じで画面が変わりますが、偽物も同じですよね。ほぼ似てる画面といって問題ないでしょう。
ちらもね、かなり精度が高い2になっております。そしてタイマーですね。こちらがタイマー。ずっとね、右が本物、左が、偽物っていうのは変わっておりません。まあね、ちょっと色合いとかがね、違いますね。こんな感じで違いますので、若干ね、ちょっとね、違うやつ使ってるなっていうのは、Apple Watch 使ってる人はちょっとわかるかもしれません。でね、問題なのがね、これね、タイマーの途中で戻っても、本物はね、簡易アクセスからね、アクセスできるので、ホーム画面に戻れるんですけども、この偽物の場合はね、左からスワイプして、一旦戻りのホーム画面に戻りのっていうのをしないといけないですね。しかもね、これね、上にね、出ないんですよね、簡易アクセスが。簡易アクセスが出ないので、このダブルタップからのタイマーに行くと、動いてるねっていうのはわかりますね。ちょっとその辺が使いづらいかもしれません。はい、こちら血中酸素濃度ですね。測ってみる前の状態ですけども、通常はね、Apple Watch のこれ、本物はですね、うまくいきませんでしたって出るんですけども、偽物はね、測り続けるっていうところで、本物はね、赤いライトが出てますよね。精度はさておき、測ってみましょう。1回目の偽物の計測ですけども、95%。一応念のためもう一回測ってみましょう。96% ということですね。これね、かなりね、本物に近かったですね。ということで次が、血圧っていうものがありますね。これはね、本物にはない機能なんですけども、ちょっとどうやって測ればいいのかがわかんなかったですね。なんかアプリからね、やれーって出ました。で、本物の方は、心電図っていうのがついてます。こちらね、こんな感じで、Apple Watch は心臓発作のチェックはしませんが、一応心拍数、心電図が悪くなるとね、教えてくれますね。で、こちら偽物の方ですけども、こちらね、血糖値っていう、どうやって血糖値を測るのか、超謎なんですけども、こちらもね、ちょっと測れてないんじゃないかなっていう測り方が分かりませんでした。はい。では、スポーツのね、アプリの方に行ってみましょう。いろんなね、タイトルがあってね、ちゃんとね、動いてるんですよね、これ画面まで。かなり作り込みがね、しっかりしてますね。今回はね、アウトドアランニングを選んでみましょう。そうすると急に3、2、1のカウントダウンで始まりました。出てるのはね、カロリーと毎分のステップとかですかね。で、左に行くと、止める画面。右に行くと音楽の再生画面ですね。こんな感じでなんかいろいろ入ってます。そしてこちらが、電話ですね。履歴画面も、搭載されてますので、ここからね、履歴も入れれますし、住所というかこれ、電話帳ですけど、結構ね、100件ぐらい入れれるみたいですね。こんな感じで、私のね、ちょっと情報が漏れてしまったのかもしれませんけども、というとこですね。で、電話のテストね、やってみます。どうしました？で、やってみたんですけども、かなり問題なくね、通話の方ができましたね。で、お財布のね、ボタン、このね、縦長のやつ、ダブルクリックなんですけども、この偽物の方は、リダイヤルの最後の型にかかるので、注意してください。で、文字盤ですね。この AOD 乗降モードっていうのがあって、時間がね、一応選べるんですけども、こちらをオンにすると、要は節電モードといいますかね。こんな感じで文字盤が横を向いた時に変わるやつですね。これがね、デジタル表示とアナログ表示があるんですけども、これはね、もう文字盤に依存してるみたいで、どちらかを使うっていうのはね、選択できないみたいですね。なので、この文字盤の場合は、アナログとかいう感じですね。そしてその下にある、常時設定ですね。これはね、もうその名の通り、どんだけ傾けても、表示し続けるというものですね。ただこれにすると多分バッテリーの消費がかなり激しいので、使うときね、選んで使った方がいいと思いますね。
こんな感じですね。ここをタッチするとレッドモードにもちゃんと変わりますよというものですね。はい、これリモートカメラですね。これはね、だいたいわかるでしょうから省略します。で、Siri ですね。Siri がこちらね、タップすると、ここのね、Apple Watch のね、マイクから聞き取って本体の方へね、出して、本体のSiriがまたね、この Apple Watch のね、方から答えるっていう仕様ですね。で、本物の方はね、こんな感じで、私音声は今切ってるので誤動作のためねこんな感じで本物の方はこういう動きをします。そしてこれが、電卓ですね。電卓もねはしょってはいいと思いますけどもこんな感じでちょっとデザインが違いますよね。はい、これ LINE の通知ですね。しっかりとね前回の MT ウルトラからね進化してこちらの方はね、ちゃんとね、できる仕様になってますね。でね、かなりね、細かい設定ができて、通知が来た時に赤の点と通知プロンプトを表示するのかと、通知内容をね、消しますかっていうかなりのね、プライバシーにもね、凝った作りになっててね、すごいなぁと思いましたね。で、表示するアプリケーションの方もね、ここでね、表示したくないものもオフも選べますというところで、で、通知のね、こう赤いポッチが来てたら通知が来てますよっていうことなので、こういう風に見ると、先ほどね、私が送った LINE と、これ TikTok と思うんですけどね、なんかね、で、あとカレンダーの通知とかもね、きちっとね、来てましたね。で、この LINE のところを叩くと、LINE ばっかりのね、内容がね、出てますと。食べ過ぎですっていう、ちゃんと来てますよね。で、これで TikTokのやつが来てるんかなっていうのは、だいたい他のやつここにまとまるんですかね。ちょっと TikTok のね、アプリケーションの図柄が出ないですね。本物の方はこんな感じで、UberEats とかね、PayPay とか出ますね。はい。ちょっとね、小休憩して、こんな感じでいきたいと思います。そして文字盤ですね。文字盤、先ほどちらっと見せましたけども、デフォルトで入ってるやつに、私がね、何件かね、無料のやつを入れました。で、無料のやつはね、このアプリの方からね、入れれますけども、なんかね、有料のやつもね、結構ね、あるんですよね。これ値段のやつ。無料のやつだけね、出す方法、どうだったかなと思って探してたんですけど、なんかフリーって検索したような気もするんですけども、どうやって無料だけ絞り込むのかわかんなくなってしまいましたが、無料もね、ちゃんとありますよっていうことですね。そして自分の写真をね、カスタマイズするのもね、ここでね、できますので、写真をね、取り込んで、文字盤をね、選んでっていう方法もできます。あとはね、ホーム画面っていうんですかね、メニュー画面か。のね、壁紙とかもね、カスタマイズできる仕様になってますね。はい、これね、いつも充電してるアプローチ充電台にね、この HK9 ウルトラ置いてみて、なんか一瞬点灯するんですけど、やっぱね、ちょっと違うんですかね。なので、ちゃんとね、偽物の純正、なんて言ったらいいんですかね。この付属の充電器でちゃんと使った方がね、いいと思います。そしてね、このペロペロってなるね、画面がね、いまいち気に入らなかったら、設定でね、ベッドの時計っていうのがあるので、これを使うとね、こんな感じでね、ベッドサイドに置いてね、時計代わりにね、使えるよっていう設定に変えるのができます。こっちのがね、いいのかもしれないですね。そして、ここのメニュー画面でね、丸ポッチを押すといろんなね、メニューの選択できますけど、通常のノーマルモードがね、いいかなと思います。で、ホーム画面でダブルポッチを押すと、このような感じでアプリのね、履歴が出てきますね。で、下を押すと、この、なんかシネマモードとかね、選べるやつ。これは本物と一緒ですね。で、左でスワイプで、カスタマイズできるね、ショートカットメニューがね、選べます。で、上から出すと先ほどの表示、下から出すと、ここもね、似たような感じなんですけども、ここはね、カスタマイズはできるわけじゃなくて、最後のね、履歴みたいな感じですかね。
はい、こんな感じです。ほんでね、雨になるとね、雨のね、感じになってます。でね、使えないね、アプリもね、何個かね、あるんですよね。その辺が、どうやって使ったらいいのかも、多分日本で使えないのかもしれないですね。でね、コンパスはね、これね、設定してないだけで、こうぐるりと回せば使えるようになります。でね、これ精度どうなんでしょうかね。本物と比べてみたいと思います。こんな感じで。ただどうなんですかね。これコンパス同士をくっつけるっていうのはあまり良くないのかな。それともただ単純に狂ってるだけなのか。なんかちょっとあさっての方向をね、見てますけど、なんかだんだん合ってきたような気のせいかな。だいぶ合ってきたな、合ってきましたね。だんだん合ってきた感はありますので、ちょっとね、落ち着くまで時間がかかるから、あんまり信用がないのかもしれないですね。そしてこれは何なのか。音楽ですね。で、音楽ライブラリー、最初から入ってるのがいっぱいあるんですけどね。椎名林檎とか入ってるけど大丈夫なんですかね。で、シャイニングスターですね。これを、落としてこの中に入れてみました。これはね、著作権無料なので、引っかからないとは思いますけども、ダウンロードの仕方ですよね。のローカルの音楽っていうところを開いて、でこの下にね、携帯のね、取り込むみたいなやつがあるんで、ここからね、取り込んでやれば OK です。で、これお財布ですけども、WeChat と Alipay と PayPal 3種類しか使えませんので、PayPay とかあればいいんですけどね、PayPal ぐらいしか使えないでしょうけども、PayPal をね、使える店舗がかなり限られているので、基本的に使い物にならないですね。で、こちらがね、AI カスタムですね。AI がね、自動でね、文字盤とかをね、作ってくれるってやつですね。そしてこれがチャット GPT ですね。岸田さんはなぜ増税ばっかするのかなってお尋ねをしてみました。なぜ岸田総理は増税をし続けるんですか。岸田総理が増税し続ける理由はということで、すごいですね、これね。この時計があれば、なんか当てられてもね、ちょっと時間がかかりますけども、答えがね、出てくるかもしれないですね。もう頭を使うということをしなくてよくなるかもしれませんね。ただちょっと内容、これ、なんか怪しいかなと思いますね。はい。あとなんか知的創造っていうところになんかいろいろあるんですけども、この辺なんか使えませんでしたね。ボイスレコーダーがついておりました。これはね、なんかあった時ちょっと便利なのかもしれませんね。ちょっとメモりたい時とか。でね、ゲーム。私ね、これゲームね、得意なんですよね、これね。ちょっとね、ゲームの種類にもよるんですよね。やっぱ得意なの、こっちが得意でしたね、私ね。これね、さあ、いかがだったでしょうか。このような形でね、かなりのね、進化を遂げた Apple Watch HK9 Ultra でした。この動画が良かった方はね、グッドボタンと、そしてチャンネル登録がまだの方、チャンネル登録お願いします。それでは皆さん、明日仕事の方もお休みの方も、お疲れ様でした。そして、ゆっくり休んでください。最後に、アプリケーションね、ちょっと忘れてました。アプリケーションね、ここにね、アプリあったんですよ。ゲームとね、ソフトウェアが何個かね。ただ今なんかちょっとやってんのかな。ちょっと表示がされなかったですね。というところと、文字盤のね、カスタマイズ、こんな風にやるよっていう感じでしたね。はい。では次回動画でお会いしましょう。